はいどうもこんにちは、二村と申します。今回はですね、魔王竜を始めたいんだけど何からやっていけばいいのかわからないって方がね結構多いかなって思いますので、序盤の大まかな流れとここら辺はちょっと気をつけた方がいいよというポイントをですねお話ししていこうかなと思いますので、ぜひ最後までご視聴ください。ということで早速本題に入っていきましょう。まず魔王竜を始めたらですね、基本的にはストーリーをガンガン進めつつ建国の方もですね並行して進めていくというのが大事になってきます。というのもですね、ストーリーを進めていかないと大賢者の新たな機能が解放されていかなかったり、国を拡大していく際の上限のようなものを解放することができなかったりするので、ストーリーは優先的に進めていった方がいいと思います。で、建国の方もですね、住民数というものを増やして国を拡大していかないとキャラ育成に使うための施設などがですねなかなか開放されていかなかったりするので、結局のところ建国の方も進めていかないとそのうちストーリー攻略にも弊害が出てきてしまいますので、建国も一緒にやった方がいいよということでございます。で、ストーリー攻略をしていく際にですね、絶対にどっかしらでつまずいてしまうところがあるんですけれども、そういう時はですね、武器などを装備したりサブキャラというものをしっかりと編成してステータスを底上げしてあげるということが大事になってきます。で、何より大事なのがですね、属性相性を意識した編成を心がけるということでございます。魔王竜ではですね、敵キャラに対して有利属性で攻撃した場合ダメージが 1.5 倍まで増加いたしますので、バトルを有利に進めていくことができます。しかしですね、序盤だと所持キャラ数も少ないのでうまいことね編成できなかったりするんですけれども、そういう時はですね、少なくとも1体の有利属性キャラを編成した上で、不利属性のキャラはできるだけ編成しないようにするというのを心がけてみてください。しかしですね、一つ注意点なんですが、有利属性を意識してあまり育ってない星4を入れるくらいだったらちゃんと育ってる当倍の星5を入れた方が絶対に強いので、無理してまでね有利属性にする必要はないですよということだけ頭に入れておいてください。ではお次に建国を進めていく際のポイントなんですが、建国には建築上限数というものがありまして、それが魔晶石を使って増やせますよという話なんですが、おそらく最大で5個まで増やせますので、上限3個で建国するのがめんどくさいなーって方はですね、建築の効率も上がりますのでできるなら上限増やしてあげた方がいいですよって話でございます。とは言ってもですね、序盤だと建築の素材が足りなくなってしまうってことがねもしかしたらあるかもしれませんので、そこら辺のバランスはですね、自分の手持ちの素材数と相談しながら上限を増やすか増やさないかを検討していただければなと思います。では最後に序盤のキャラ育成ということで軽くお話していこうかなと思います。まず基本となってくるのがレベルアップなんですけれども、もちろんレベルが高くなるにつれて素材の消費量がどんどん多くなってきますので、1体のキャラを強くするというよりはメインのパーティーに入れているキャラをまんべんなく育ててあげた方がですね、序盤の方は戦力アップにもつながりますので、そこら辺は自分で調節してみてください。次に才能解放なんですけれども、これは専用アイテムを使うことによってキャラのステータスを HP 攻撃防御という感じでそれぞれ振り分けられるという機能なんですが、結構ね増加量が大きいので、それこそクエスト攻略などで行き詰まってしまった時はですね、こういう才能解放みたいな細かいところも意識してね振ってあげてみてください。ということで以上がですね序盤の流れと注意するポイントということでお話しさせていただいたんですが、今回の解説をですね軽くおさらいしていこうかなと思います。まず1つ目がストーリーはガンガン進めつつ建国も並行して進めていきましょうということで、2つ目がクエストでつまずいたら属性相性を意識した編成を心がけてみましょうということで、3つ目が建築上限数を上げると効率は上がるけど建築素材の枯渇にも気をつけましょうということで、最後4つ目がレベルアップと才能解放はメインのキャラにまんべんなくやってあげましょうということでございます。細かいことを言ってしまうとですねまだまだ色々あるんですが、とりあえず今回お伝えしたことだけ覚えておけば序盤はなんとかなると思いますので、ぜひ参考にしてみてください。では今回の動画はここまでということで最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またね。